今日は子供向けの音楽を作るキッズソングのスタイルを解説していくよ。子供向けの音楽が大好きで毎日聴いてる、そんな人はかなりの少数派だと思う。だから今日のテーマの需要は低いだろうね。ただ役に立つ場面もあるとは思うよ。キッズソングは曲が単純に明るくなる。素のでこの効果を持つスタイルは案外少ない。曲に単純な明るさを与えるスタイルとしてキッズソングのスタイルは使えると思う。それと日本の子供向け音楽よりも海外のキッズソングはジャンルの幅が広い。だから思ったよりはいろいろな場面で使い道のあるスタイルだと私は思うよ。今日は動画の前半では現代的なキッズソングのスタイルを解説して、動画の後半ではいわゆる童謡的な古く懐かしい感じのスタイルを解説するよ。キッズポップとチルドレンポップはキッズ要素とポップスを混ぜた音楽。キッズ要素は明るく単純でアップテンポ、木琴鉄琴系の音が使われやすいよ。キッズ表記だとより現代的な曲になる。チルドレン表記はキッズ要素が強まる。チルドレン表記はボーカルが子供になることもある面白い特徴があるよ。キッズヒップホップとチルドレンヒップホップはキッズ要素とヒップホップを混ぜた音楽。日本では珍しい組み合わせだけど海外ではよくある組み合わせだよ。キンディはキッズとインディーロックを混ぜた造語で音楽のジャンル名だよ。スノではアコースティックギターの軽いロックにキッズ要素が混ざった曲になる。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。街の光がキラキラしてる、僕の心も跳ねている。時計の針は気にしない。街の光がキラキラしてる、僕の心も跳ねている。時計の針は気にしない。今夜は終わらない夢の中。この瞬間は僕のもの、永遠に閉じ込めたいのさ。Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, hey. Yeah, yeah, yeah. Da, 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 da. Ho, ho. Da, 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 da. 時計の針が進むのを見て少しだけ切なくなるけど、この瞬間は僕のもの、永遠に閉じ込めたいのさ。街の光がキラキラしている、僕の時計の針が進むのを見て少しだけ切なくなるけど、この瞬間は僕のもの、永遠に閉じ込めた。街の光がキラキラしてる、僕の心も跳ねている。3種類のキッズソングのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。
明るく単純でアップテンポな曲は子供向け音楽の特徴ではあるけど、実のところ万人受けする曲調でもある。誰もが聴きやすい曲を作れる長所があるよ。他の曲にキッズ要素を取り入れるなら、キッズ表記やキンディーを使うのがおすすめ。チルドレン表記は子供ボーカルが中途半端に混ざるのがかなり使いにくいよ。インフルエンススライダーの上げ下げで子供ボーカルの混ざる量は調整できる。でも細かい指定はできないから想定外の曲になることも多いだろうね。ただ子供ボーカルに魅力を感じるならチルドレン表記も面白く使えると思う。動画の後半は童謡的な要素の強い古く懐かしい感じのスタイルを解説するよ。チルドレンフォークは子供向けのフォークソングのことだよ。伝統的な子供向けのフォークソング、そんな音楽を示すジャンル名だね。キッズフォークとキッズ表記にするのは現代的な要素が加わるからおすすめしないよ。ナーサリーライムは西洋諸国の童謡、日本の童謡にもこれが元ネタの曲は多いね。このスタイルはどこかで聞いた。メロディーがいろいろと出てきて面白いよ。ララバイは子守歌のことだよ。最も古い子供向け音楽と言えるね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。街の光がキラキラしてる。僕の心も跳ねている。時計の針は街の光がキラキラしてる。僕の心も跳ねている。時計の針は気にしない。今夜は終わらない夢。街の光がキラキラしてる。僕の心も跳ねている。時計の針は気にしない。街の光がキラキラしてる。僕の心も跳ねている。時計の針は気にしない。今夜は終わらない夢の中。街の光がキラキラしてる。僕の心も跳ねている。時計の針は気にしない。街の光がキラキラしてる。僕の心も跳ねている。時計の針は気にしない。3種類の童謡系キッズソングのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。童謡系はまさに子供向け音楽だから普通のポップな曲を作るのは難しいかな。より子供に特化した音楽を作りたい。
そんな人向けのスタイルだと思うよ。普通の曲にキッズ要素を入れたい場合は前半で紹介したスタイルを使うといいね。それじゃまたね。